今回はこちらの親子でお揃いで着れるカーディガンを作りました。素材はカノコニットを使用しています。伸縮性の少ない縫いやすい生地でしたので、とてもおすすめできると思います。糸は上糸も下糸もレジロンを使って縫いました。何にでも合うシンプルな形で使いやすく、季節も長く着れると思いますので、よかったら作ってみてください。こちらが子供用の製図になります。サイズは90センチから130センチのサイズになっています。縫い代なしの製図になっています。こちらは縫い代なしで、他は1センチずつの縫い代をつけてください。裾には 2.5 センチの縫い代をつけます。こちらが袖になります。袖も1センチずつの縫い代をつけて、こちらの袖口には 1.5 センチの縫い代をつけます。今回の動画では130サイズを作っています。こちらの点線のところは見返しのサイズです。3センチの幅で作ってください。この見返しの長さはいらないですので、ここまでの長さで作ってください。後ろ身ごろも同じです。袖の製図を描くときには、こちらの身ごろのこの長さを実寸で測ってください。今回作った製図ではアームホールが 20.5 センチになりました。袖の製図を描くときにこのクロスを取って 20.5 センチからマイナス 0.3 ですので 20.2、 この長さを 20.2 センチで取ります。そしてこちらの数字の通りに膨らみを書いてください。こちらがレディースの製図です。S から LL サイズの4サイズを作りました。縫い代の付け方はキッズサイズと同じです。前立てもキッズサイズと同じ2センチです。今回は1センチのリングスナップホックを使用していますので2センチにしています。大きいボタンをつけられる方は前立ての幅をその分広く取ってください。前身ごろ、後ろ身ごろを中表に合わせて肩を縫い代1センチで縫います。縫い終わりましたらジグザグミシンを2枚一緒に縫います。こちらの縫い代は後ろに倒します。こちらの前立ての部分には伸び止めテープか芯を貼ってください。こちらが見返しになります。見返しにも接着芯を貼っています。こちらも肩を縫い合わせて縫い代を割っておきます。その後にジグザグミシンを1周かけます。前立てに接着芯か伸び止めテープを貼ったらジグザグミシンを布端にかけます。裾にジグザグミシンをかけます。こちらの前立て部分は外側に折って 2.5 センチの位置を横に縫っておいてください。横に縫った部分を表に返すとこのようになっています。次に身ごろと
見返しを合わせていきます。身ごろと見返しを中表に合わせます。肩の縫い線をしっかりと合わせます。こちらを縫い代1センチで縫い合わせていきます。見返しと身ごろが縫えましたら、カーブのところにこのように切り込みを入れます。1センチから 1.5 センチ間隔で入れてください。次にこちらの重なりの部分の見返しの縫い代分をカットしていきます。 1.5 センチぐらいカットしてください。次にアイロンで押さえていきます。表から見て見返しが出ないように1ミリほどかぶせて折っていきます。肩の縫い線を合わせていきます。こちらはこのように前立ての部分をこのように折っていきます。見返しの布端から5ミリほどのところを一周縫っていきます。こちらの前立ての部分も布端から 2,3 ミリのところを縫っていきます。見返しの外側を縫って前立ての押さえを縫ってきました。裏から見るとこのようになっています。次に袖をつけていきます。袖山の中心と肩の縫い目を合わせて待ち針を打っていきます。こちらを縫い代1センチで縫っていきます。袖付けをしてきました。縫い代にはジグザグミシンをかけています。次に袖下と脇を縫っていきます。袖下をこのように合わせていきます。こちらの縫い代は袖側に倒しておきます。脇もこのように合わせていきます。こちらを一気に縫っていきます。端から1センチで縫ってジグザグミシンをかけていきます。袖下から脇を縫ってきました。布端にはジグザグミシンをかけています。表から見るとこのようになっています。次に袖と裾を縫っていきます。袖と裾にジグザグミシンをかけます。この袖下の縫い代は後ろ身ごろ側に倒します。後ろ身ごろ側に倒して2センチで折ります。2センチで折って
布端から 2,3 ミリのところを縫っていきます。縫い上がりはこのようになります。裾を縫っていきます。こちらの脇の縫い代は後ろに倒して 2.5 センチ折ります。こちらの布端から 2,3 ミリのところを反対の前立てまで縫っていきます。リングのスナップボタンをつけてきました。今回は9センチ間隔でボタンを5つつけています。これで出来上がりです。リングのスナップボタンの付け方を簡単にご説明します。これが内具になります。そしてこれでワンセットになります。この形が2つとボタンの凹凸がある方とへこみがある方です。これがワンセットずつになりますが、こちらの凹凸がある方が右側の身ごろにつける方になります。こちらを上からこのように刺します。そしてこの内具でこの周りのトゲトゲになっているところのトゲトゲを出します。このように。で、ここでしっかりとこのトゲトゲが出るように生地を押し込みます。ここでしっかりとこの針を出しておかないとハンマーでここが潰れないので、ここをしっかりと出します。そしてこちらをこのトゲトゲに合わせてかぶせます。そして内具をここにかぶせます。そして上からハンマーで何度かしっかりと叩きます。こちらが右の身ごろです。こちらが左のへこんでいる方が左です。で、こちらを打つときは生地の下側にこのリングの方を置きます。そして先ほどと同じように内具でしっかりとこの周りのトゲトゲを生地から出します。そして先ほどと同じようにここにかぶせて叩いていくんですが、これの向きが分かりづらいと思うので、この向きは触ると少しこの出っ張っている部分がありますので、出っ張っている方がこのリングと合わせる方だと覚えているといいと思います。で、先ほどと同じように内具をかぶせます。そしてハンマーで何度か叩いてください。今はちょっと下が柔らかいところですが、
硬いところでしっかりと叩いて、この爪が折れるようにしてください。このような出来上がりになります。リングホックですとボタンが目立ちすぎないのでいいと思います。スカート、パンツ、ワンピース、何にでも合うシンプルな形ですので、ぜひ親子でお揃いで作ってみてください。素材を変えるとカジュアルジャケット風にもなりますので、お好きな生地を探してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。